皆さんごきげんよ前回仏教の出家相談の中に律と呼ばれる法律が定められているというお話ししましたですね。でこの律という規則を守ることによって、どのようなお坊さんであってもその規則さえ守っていれば、正しい出家者という姿を世間に示すことができます。でそれによって世間から仏教というお坊様たちの集団組織は、正しい生活を清らかに送っている信頼できる組織であるというそういう思いを持ってもらって、それが、そのお布施をいただくというその生計の道へとつながっていき、そして最終的にはその修行の場としての出家組織出家相談を維持していくことが可能になると、そういうなんていうかな、つながりの中でその法律が定められていたんですね。それでちょっとお気づきの方もおられるかと思うんですけれども、私前に仏教の修行の道は開上へという三学、3つの学ぶと書く三学というステップで上がっていくんだというお話をいたしました。それの第一ステップが戒でしたね。で戒というのは良い行いをしようという習慣性だと言いました。ですから戒を守るということは、正しい行いを毎日していき、悪い行いをしないというそういう姿勢を常に維持していくことなんだと言いましたですね。でその戒の中には例えば、生き物を殺さないとか嘘をつかないとか、そういう非常に人間として当たり前の、指針が、示されていたわけです。つまり、修行をして悟りを目指すお坊さんたちというのは皆心の中に戒という規則を持ち、それを守りながら暮らしているわけです。ところがそれとは別に今度は組織としての仏教出家相談としての法律である律というのがあると申しました。そうしますと一人の出家者がお坊さんが戒も守り律も守るのかという話になっていきますね。で実はその通りなんです。仏教という組織には 2種類の二重の規範規則というのが決まっているんですね。それが戒と律なんです。ですから今日はその戒と律の違いについてお話をしたいと思ってます。戒と律ですね。普通の日本語で戒律という言葉がありますね。皆さんご存知だと思いますが、で戒律っていうのはみんなもう自然に使ってます。普通に使ってます。で意味としては、一応はその宗教的な世界の話としてね、守らなければいけない規則、破ってはならない規則のことを戒律って言いますね。例えばイスラム教では戒律によって豚を食べることが禁じられているというような言い方をするわけで、何の不自然さもなく宗教的な規律だというふうに思われています。しかし実はこの戒律という単語は、仏教から来てるんですけれども、本来のインドの仏教世界の中には戒律という言葉はないんです。後で作られた言葉なんです。おそらく中国だと思いますが、あの、実は戒と律ってのは別物なんですね。でそれがいつの間にか混同して一緒くたにされて戒律という一つの単語になってしまってるんですが、本来仏教を見るときに、仏教のことを考えるときに戒律という一つの単語のものはないんです。でこれは必ず戒と律なんですね。でそこの区別をはっきりさせておかないと、仏教というその宗教組織の実態もよくわからないんですね。で今日はそのお話をしようと思ってます。戒の、もう一度説明ここ書いておきましたけども、修行を円滑に進め自己を変えるための生活規範であると、これが戒でしたね。ですからつまり戒というのは非常に個人的なものです。
私自身がそれを守ろうと思い、そして実際に守っていくという中で自分自身が向上していく、言ってみれば修行の道を進んでいくことができるというわけですね。これ逆に言いますと、じゃあ貝を守らなかったらどうなるんだと。例えば生き物をわざと殺すというような行為をお坊さんが、心の中でそうしようと思ったり、あるいはそれを実際にしたりしたらどうなるかというと、それはそのお坊さんの修行がストップする。つまり、自分の心を変えるというその作業ができなくなるということなんですね。ですから戒を守らない、戒を破るということの、結果は何かというと、自分自身の向上が阻害されるということですから、結果はもう自分の内部に来るわけです。これは何が言いたいかというと、だから戒を破っているお坊さんに対して他の外部の人がそれを批判したり非難したりすることはないということです。そんな必要はないということです。その破ったことによる損害は自分自身の心が受けるのであって、外部の人とはそれは関係がないわけですね。お分かりですか。だから全然お坊さんとしてその出家してても意味がないという結果になるということなんです。でこれに対して律は全然違うんですね。前回お話をしましたように、律というのは出家相談を維持していくための法律なのであって、目的は個々人のお坊さんの向上ではなくって、そのお坊さんたちが集まって作る出家相談というその修行のための場ですね。その組織を守り、そして一般社会の中でその組織が非難され、壊滅させられるのを防ぐという意味合いです。そういうことを目的として制定されている法律集なんですね。よろしいですか。だからこの律にはもう何百という規則が入っていると申し上げました。それは当然なので、お坊さんが日々暮らす全ての日常の行動に関してそれを規定し、あれをするなこれをするな、そういうことをすると社会の人たちから批判され、そして仏教相談というものが、非難の対象となってお布施がもらえなくなって、そして維持できなくなるんだと。だから守れと、そういう意味合いで決められているのがこの律なんですね。で、ですから律というものをこの法律を破る、守らないという場合に何が起こるかと言いますと、それは個人の問題では済まないわけです。つまり組織としての社会的信用を維持するための法律を破ったわけですから、その結果は組織全体が社会的信用を落とすという重大な結果につながるわけです。よろしくございますか。ですから、律というものはこれは組織の維持のための規則でありますから、まさに法律なんです。で法律には必ず処罰がある、処罰のための規則があるわけです。でそれはなぜかというと、それを守らない人がいると組織全体が崩壊の危機に瀕するわけですから、それを破った人に対してはその組織が罰を与えるというそのシステムがどうしても必要なわけですね。でこれは一般社会の人たちの目から見ると、仏教相談の中に、出家相談の中に律という法律が存在し、破った人は罰を受ける、破った僧侶は処罰されるという規則があるということ自体が、仏教という組織が自浄能力を持っている、つまり自分たちで自分たちの生活を律するというその厳しいシステムをちゃんと持っているという信用につながるわけです。お分かりですか。自分たちで自分たちの組織を正しく律し、それを乱す人間を自分たちの手で、仲間内の人間であってもそれを処罰するというその姿勢があることによって、初めてその組織は社会的信用を得ることができるんですね。そのための規則です。それが律です。でお坊さんは個人的な資質の向上のために戒を守り、自分が属する組織である出家相談を守るために律を守るという、
この二重構造の生活を義務付けられているんです。だから僧侶というのは戒と律をダブルでね守っていくわけなんです。そうすると例えばですね、例を挙げますと、戒の中に生き物を殺すなという規則があります。これはどんな生き物でも、生き物全般について言っている漠然とした規則です。それに対して律の中には同じように生き物を殺してはならないという規則がありますが、それが人を殺した場合と人以外の動物を殺した場合とで分けられています。これは当然なので、外部から一般社会からその組織を見た時の見られ方によってその行動が区分けされているわけです。お坊さんが人を殺したという場合と、お坊さんが道を歩いている時に虫を踏みつぶしましたっていう話とでは全然外から見た時の何ていうか深刻度が違いますね。深刻さが違いますね。ですから人を殺すという行為に対する律の処罰と、それから同じ律ですが人以外のものを殺したお坊さんに対する処罰というのは全然その重みが違うんですね。例えばというか今の場合ですね、人を殺した場合のお坊さんは仏教相談からの永久追放になります。もう二度と出家僧侶として受け入れてもらえなくなります。それで済むのかと、人殺しといて追放だけでいいんですかって話になるかもしれませんが、追放されたお坊さんがその後例えば警察に捕まってですね、そして裁判にかけられて処罰されるということに関しては仏教出家相談はそれに関与しません。だからそれは社会が決めることなのであって、仏教相談としての処罰はともかく仏教世界からの永久追放なんだというふうに決めてあるわけです。でそれに対して、人以外の生き物を殺したらどうなるかと言いますと、これはね近くにいるお坊さんの前で私虫を殺しまして本当に悪いことをいたしましてもう二度といたしませんって言って謝るということだけで、その罰は終わりになります。そうすると例えば一人のお坊さんについて考えてみますと、その殺生をしないということを一人のお坊さんがどう守っているかということになるんですね。こうですね、日々毎日の生活の中では戒を守って生きてますから、心の中でさえも生き物を殺さないでおこうという思いをいつも持ち続けて暮らしている。これが戒を守っているということであります。で例えば蚊が飛んできてですね、腕にこう止まっている、その蚊を見てかゆいわけですね。でこうする、叩いて潰そうとする、その時に戒が止めるわけです、私の心をね。これ今生き物をわざと殺そうとしている私は戒を破っている人間なんだと、これはいかんいかん、心がけを変えなくちゃいけないと思うわけです。でこの段階では律は何の関係もありません。なぜならば実際にその行動を起こしていないからです。法律というのはその行動を起こした時にかかってくる規則なのであって、それを心の中でどう思ってるかってそれは法律とは関係のない話なのです。ですから今ここまではこれ戒で止めてるわけですね。で思わずこうしてしまったとって思うわけです。でその時にはやっぱり私は戒も破ってますし、同時に今律を破ったんです。生き物を殺したら謝りなさいという規則があるんだから、それで実際にやってしまった私はこの律に今法律を犯したわけだから、それで近くにいるお坊さんに私今実はこんなことをいたしまして、もうこれからはいたしません。そうすると相手のお坊さんがそうですか、分かりました、もう二度とそういうことしていけませんよっていう、そういうやり取りが行われて、このやり取りが終わった段階で律はもう OK なんです。つまり法律としての犯罪性はこれによって全部解消しました。そうですね。だからもう組織体のメンバーとしては何一つ心やましいことなく晴れて清らかなお坊さんに戻るわけです。しかし心の中には戒がありますから、でもあの時やっぱり殺そうとした私はまだまだ修行が足らんのだなと思って、それからその虫を殺したことを心の中で反省をずっとしながらさらに日々を送っていくという、こういうふうな二重構造で、
人は僧侶はね、お坊さんは戒と律の二重の生活を送っていくというわけなんですね。で最後にその法律の律というのはさっきから何べんも言ってますが、律ってその法律史はどれぐらいあるんですかという具体的に実際の姿をお見せしようと思って持ってまいりました。これが律です。これが律です。5冊でワンセットね。これはスリランカや東南アジアのお坊さんたちが守っているその法律を本にして出版したものですね。中身は当然ですが古代インドの、文字で言葉で書かれてます。これパリ語と呼ばれる、古代インドの言葉がそのまま、スリランカ東南アジアに伝わって、この法律はだからおよそ2500年間使われ続けているわけなんですね。で法律っていうのは使ってるうちにだんだんいろんな事例が出てきたり説明が必要になってきて、だんだん他のその何て言うか、説明注釈が付け加えられて膨れていくんで、今の5冊の本に対してその後数百年間の間にこれだけの注釈です。これはだからこれも読まないとさっきのこの律の内容がよく理解できないということになってくるわけですね。こうやって法律関係のなんていうか文献はどんどん増幅されて広がっている。もう大変ですよ。この注釈書に対してまたこれの注釈書が書かれたりしてどんどん膨れ上がって、律研究というのは随分多岐にわたる難しい研究になってきますね。またこの律の説明します。この注釈書、この本作ったのね、私の大おじさんなんです。永井誠博士という、もうずっと前に亡くなりましたけども偉い先生がこの本を作りになったです。で私小さい時お会いしたことがあって、このおじさんは仏教の法律の研究をしてる大学者なんだって親に言われて、あんまり面白いこともしてないなと、つまらない話だなと思ってたんですけれども、その私が今ではこのその律の研究をやってるわけで、不思議な仏縁というのを感じますですけれどもね。はい、それではまた律の話はもう少し続けてお話をしたいと思います。今日はこれで終わります。ごきげんよう。